はい、今回はここにあるこのバネを使ったプロダクトについて紹介したいと思います。これらはですね、一見関係なさそうなプロダクトに見えますけども、その弾性を使った、バネを使った仕組みだったり、効果を生んでいるプロダクトです。それぞれについて細かく説明していきます。このバネを使ったプロダクトの何がいいかというと、バネというのはエネルギーを一度貯めて外に出すというような変換をすごく効率よくすることができます。モーターとかバッテリーを使わずにそのバネの能力を使って様々な効果を生み出すというところが、すごく面白くて参考になるので、様々なプロダクトをデザインするときにそのバネの効果、バネをどういうふうに使えば効果を得られるかっていうところを考えてデザインしていくのもいいかなと思います。それではそれぞれについて説明したいと思います。まずはじめにこの靴ですね。この下の部分、普通の靴と全然違いますよね。ここが樹脂の板バネになっていて、押すと曲がるようになっています。これによってショックを吸収する。あるいはエネルギーを貯めて次に生かすと。剣の代わりをするような動きをします。速く走ったり、アスファルトの上で走る時の足のに来る衝撃を和らげたりする効果があります。履き心地としては、ちょっと最初慣れないですね。ふわふわして慣れないんですけども、慣れてくるとかなり前へ押し出してくる力があって、とても面白い履き心地です。あとは見た目としては結構インパクトあるので、デザインとしても結構面白いと思います。この前と次のタイプとかいろいろあると思うんですけども、これが一番僕はしっくりきているというか、この下のデザインと上のデザインが合っていると思ってます。はい。はい、次がこれ。ただの板に見えるんですけど、これは腕に巻くバンドですね。反射して夜道とかに安全ですよというタイプのものですね。で、これを、この真ん中のところがちょっと反っているんですね。わかりますかね。反っていて、少し曲げると、こんな風に丸まっていくという。これ100円均一とかでも売ってますよね。反射するもの以外にも、おもちゃとかでもあると思うんですけども、こうやってゆっくり巻きつけるか、手にこんな風に巻きつけるという方法、いろいろやり方はあると思います。で、これの面白いところは、このバネの力で戻るし、しまう時とか、まっすぐするとか、用途に応じて形を変えることもできます。また、腕の太さとかつけたい場所って違うと思うので、この直径を自由に変えれるっていう機能を、このバネだけで調整しているというところが、面白いですね。あとは単純に、こういう巻きつくって感じが楽しいっていうのも、ありますね。はい、バンドでした。これ先ほどと同じ板バネがついている形式ですね。木尺です。で、これも同じく、尺として使うときに自立してくれなきゃいけないので、伸びていた方が使いやすいですよね。こんな風に伸びるために、ここはちょっと湾曲したバネになっています。曲げれば曲がるし、戻せばまた元の形に戻るという、先ほどのバンドと同じような効果があります。ちょっと見づらいんですけどね、多分湾曲してるのはあんまわからないですよね。で、これ中でぐるぐるぐるって巻かれているんですけど、引き出していくと元のこのまっすぐの形になって、力が自立すると。1メーターぐらいまっすぐできるんじゃないですかね。ものにもよると思いますけど、1メーターぐらいまっすぐできるんで、一人で何かを測るときにも、刺して、前出して測ることができて、便利だということですね。これもしバネじゃなくて、ただの布みたいなタイプのメジャーだと、一人で測るとき結構大変ですよね。まっすぐ伸ばしてやるためには手の長さが足りないですしね。そういうときに今効果があると。巻き尺でした。はい、次は、これ、ポッピンアイっていいのかな、ちょっと名前がはっきりわからなかったんですけども、いろいろ言い方あるみたいです。で、これは、ひっくり返して、離すと勢いよく戻らないな。戻ると。で、これで、ひっくり返して置いて飛ぶと。ちょっと戻ってきましたけど、こういうおもちゃですね、ただ。これの面白いところは、単純なこの形で一度エネルギーを貯めていると。ひっくり返して、無理やりひっくり返すこのエネルギーを中に貯めて、一瞬で解放することによって飛ぶというアクションを起こしていて、とても楽しいというおもちゃ。単純だけど、結構何回でも遊べると。これ自体がその何か意味があるのかと言われるとそういうわけじゃないですけども、一回バネにエネルギーを貯めて、一気に解放することによって、高いその瞬発力を出すという、そういう単純な現象を、ここで、封じ込めた面白いプロダクトですよね。この感じ、何かに使えるかもしれないですね。最後にこのメガネです。一見どこに板バネが使われているかわからないんですけども、こんな風にメガネを展開すると、普通のメガネですよね。で、ここで面白いのがこの部分なんですけども、ピント合うかな。ここ、
ネジがないですよね、これ。で、板バネが曲げてあって、こんな風に。で、こんな風に。ネジがないのに板バネの男性変形だけで曲がると。こちら側の部品とこちら側の部品は別ですけどね。ここで折り込んであって、このバネの変形だけで、板バネの変形だけで、この、ツルの部分が畳めると。なので、まあ軽くて薄く作れてって、まああとは、まあ微小的にも面白いですね。ネジがないので。単純にネジがないから緩まないっていうのもいいですね。私は別に視力は悪くないんですけども、こう単純にここのヒンジが好きでつけてます。はい。メガネでした。